本来このような話題は私の動画の趣旨ではないのですが、今回はあえて私が感じたこと、思ったことをお話ししたいと思います。ロシアによるウクライナ侵攻は毎日報道され、世界中の人々が関心を持って見ています。何の罪もないウクライナの人々が家をなくし、殺され、外国に避難しています。家族はバラバラになり、一家の主人は戦地に残り、不安でいっぱいの女性や幼い子供たちを見ていると、胸が張り裂けそうになります。世界中がロシアを非難し、ウクライナへの支援をしています。戦争のない平和を願い、皆人道的にもウクライナの味方になっています。私も同じです。今後どういう結末が待っているのか分かりません。今後の展開で恐ろしいと感じたのは、ロシアが化学兵器を使用する可能性もあるということや、原発施設の破壊です。世界中がこういう不安を持ちながら、この戦争を注視しています。なぜこういう状態になったか、私なりに簡単に整理し、感じたことをお話ししたいと思います。発端はプーチン大統領の思いです。ロシアを昔のような大国にしたい。自分はその立役者になり、英雄になりたいという強烈な思いです。そういう思いが最初なのではないかと思います。そしてそうした流れの中で、ウクライナも取り込もうと考えているさなか、ウクライナが NATO に入りたいと分かった。 NATO に入ることは西側陣営に入り敵になるということで、とんでもないと激怒します。それを阻止するために圧倒的な戦力を示し、脅かすことでウクライナを陥落させようとします。そこからが侵攻、戦争がスタートします。ここが大きなポイントです。ウクライナを侵攻するというのは、ロシア国民の総意ではありません。あくまでプーチンの意思がメインです。権力のあるリーダーが戦争を始めるのです。絶対的な権力者は国民の意見を求めません。これは過去の戦争からも同じことが言えると思います。昔も今も基本的には変わりません。例えば日本の戦国時代でも、大将である城主が他の国を攻めるかどうかを決めます。一部周りの幹部もいるでしょうが、最終的な判断は全てトップが決めます。兵士は何も決めることはできません。ロシアの兵士も最初は演習だと聞いて、国境沿いにいただけと言ったロシア兵もいました。ただ、上の命令があれば戦争せざるを得ない状態になります。ロシア兵の中には当然戦争に反対する兵士もいました。なぜこんな戦争をしなければならないのか、自分は絶対したくないという人も当然いたはずです。日本もそうだったと思います。戦争はしたくない、死にたくない。でも戦地に行かないという自由は当時全くありませんでした。行かざるを得ない状況になってしまうのが戦争です。戦争になってしまえばもう歯止めは効きません。銃の引き金を引かないと自分が殺されてしまう状態になるからです。平和を訴える国民の声は独裁者、独裁組織によってかき消されます。
戦争を最初に始めさせないためにはどういう状態がいいのか。それはまず専制主義ではなく民主主義の体制を作ることが大事だと私は思います。そうでないと一部の最高権力者の考えだけで戦争は始まるのです。ノーと言える自由、間違っていると言える体制であることが大事だと思います。今、世界はそうなっていません。今回の戦争のリーダーを見ると、はっきり明暗が分かれます。民衆、国民はどういうリーダーを支持するのか。自分の絶対的権力をかざし、力ずくで相手を封じ込めようとし、兵士たちは自分の言いなりになる道具で何人犠牲になろうが、とにかく撃てとしか命令しない。兵士に家族がいることなど考えず、戦況が芳しくなくなれば、自分の身の危険を感じ、自分と家族だけは守ろうとする。戦場の先頭に立つわけでもなく、安全な場所で多くの傭兵に守られながら命令だけするリーダー。かたや自分の危険は顧みず、先頭に立って国の自由と国民を守るために戦う。間違いなく死をも覚悟した行動で、国民はそれを見て奮い立ちます。これほど両国兵士のモチベーションが極端に違うというのも珍しいことかもしれません。人はなぜ戦争をするのか。私が原因として思ったのは2つです。1つは突き詰めれば種族保存の本能から来るものだと思うんですね。どういうことかというと、大昔から人間が生き延びていくためには他の動物を殺して食べていくしかなかったわけです。そのためには戦う必要がありました。そうでないと自分たちが殺されてしまうからです。今、我々がこの世界に生き延びてこられた原因は、知恵も当然そうですが、戦う遺伝子があったからだと思います。それに気がついたのは子供を育てた時です。ほとんどの男の子は戦いが好きなんですね。遊びでもゲームでも教えたわけでもないのに、戦いということに興奮します。自分の子供の頃もそうでした。刀やピストルで遊んだ記憶がありますね。逆に女の子はままごととか家庭を守ることに興味を覚えます。どんな動物にも本能による行動は見られます。犬でも猫でも、生まれてきた子供は目も見えないのにすぐおっぱいを飲もうとします。何も学習していないのに。種族保存本能はすべての生き物に持って生まれたものです。花も木も動物も死を残したいということは本能だと思います。いかに自分の死を残すことができるかが大事なことなわけです。そのことに関する考え方で、なるほどと思ったことがありました。それはムツゴロウさんこと畑正則さんの本にこういうことが書いてありました。いろんな動物の出産に立ち会ってきて感じるのは、犬でも猫でも何匹か一度に産みますが、皆同じ性格ということがないんですね。外にどんどん出ていこうとする子もいますし、じっとあまり動こうとしない子もいるわけです。なぜなんだろうと考えると、種族保存のためには違う性格の方が生き延びる確率が高いわけです。
外に行った方がいいのか、中に行った方がいいのかは分かりませんが、皆同じであれば淘汰される確率が高くなりますから、という内容でした。非常に納得できる話だと感じました。いずれにしても戦いをする、戦争をする要因には種族保存本能があるからだと思います。もう一つはテリトリーを拡大していくという、これも本能だと思います。過去の歴史を見ても戦争はテリトリー拡大が目的になっています。自分が生き延びていくためにはテリトリーを増やすことが必須です。単純な例えで言えば、ある動物が2匹います。一定の土地に餌場があって、2匹は喧嘩しながらでもそれぞれのテリトリーが出来上がります。それだけなら特に問題はなかったのですが、別な1匹が餌場に来たら3匹が餌場を争うことになりますね。基本的には戦争の原因は単純に考えるとこういうことだと思うんですね。昔 A の餌場に B が来て奪ったから B が悪い。B の言い分は、もともとこの餌場は C のものだったのに A が騙して取ったから A が悪いなど、理由は何であれ今までの歴史を見ればテリトリー保持と拡大が原因だと感じるんですね。強い者が弱い者のテリトリーを奪おうとする。皆同じです。昔も今も変わりません。そう思うのは私だけでしょうか。人は安全に幸せに生きたいという欲求があります。ただ、皆が正しい行いをしているわけではありません。自分の利益のみ考えて自分勝手な行動をとる人がいるから争いは起きます。それは事の大小の問題ではありません。例えば自宅に勝手に誰かが入ってきたら皆追い出そうとしますよね。ここは俺の家だ、出て行けと。人はよく同胞という言い方をします。同じ民族、同じ宗教、同じ国民、同じ市民、白人、黒人、黄色人種と、同胞以外は皆外の人という差別をします。でもよく考えれば、宇宙から見れば皆同じ地球人なのですが、私は戦争を体験したこともなく、安全で平和な国で好き勝手なことを話して、こうして世界中に発信しています。でもこういう自由な発言ができる世の中になってほしいというのが私の思いです。今回はどうしても話したくてこの動画を作りました。最後までご視聴いただきありがとうございます。